んにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さんお元気ですか？このポッドキャストでは、教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。はい、ということで皆さん、今日なんですけど、日本語を勉強するときにおすすめなアニメについて皆さんとお話ししていければと思います。まず、日本語を勉強するときにおすすめなアニメって何だろうって思いますよね。他にも、日本語を勉強するってアニメでどうやって思う方もいるかもしれません。とか、逆に日本語を勉強するときにおすすめじゃないアニメとかも気になる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。今日のポッドキャストでは、日本語を勉強する×アニメのお話をしていければと思います。それでは、行ってみましょう。まず皆さんに聞きたいんですけど、皆さんはアニメが好きですか？私はアニメ大好きです。以前にアニメについてお話ししているポッドキャストでもお話ししたんですが、もうアニメ大好きでちっちゃい時から今もずっと見ています。で、今回は勉強という目線でアニメについてお話をしていきたいなと思っています。で、実は私の彼もアニメをたくさん見て日本語が上手になりました。もちろん教科書でも勉強していたんですけど、アニメを見るだけで日本語がある程度聞けるようになっていたんですね。もちろん教科書を通しても勉強していたんですが、アニメを通して自然な表現をたくさん覚えたそうです。なので、アニメは日本語学習にもすごく役立つと思って今回このポッドキャストを撮影しています。でも最初に一つだけお伝えしたいことがあります。アニメを見るだけで日本語を話せるようになるわけではないです。教科書で文法や単語を覚えたり、実際に日本人とお話をしたり、日本人が話しているものを聞いたりすることもとても大切です。ただ、アニメは勉強をもっと楽しくしてくれる教材だと私は思っています。それではまず日常系のアニメを3つおすすめしていきたいなと思います。そしたらまず1つ目なんですけど、1つ目はちびまる子ちゃんです。皆さん知ってますか？日本人の人って結構子供の時に毎週見てたアニメの一つに入ってくるんじゃないかなと思うんですけど、これは本当におすすめです。家族との会話とか、あとは学校での会話とか、友達との会話とか、毎日の生活で使う日本語がたくさん出てきます。で、少し昔の日本が舞台なんですけど、それでもそんなに昔ではないので、表現も古くなくて、今でもしっかり使うことができる表現がたくさん出てきます。なので、そういったところでもすごくおすすめです。他にもいろんな場面があるんですが、敬語を使う場面だったり、友達同士とのこのタメ口での会話みたいなところもメリハリがありながらしっかり出てくるので、そういったところで幅広く日本語を学習できる教材になってくれるかなと思います。そして二つ目がサザエさんです。これも日本人みんな子供の時よく見てたアニメかなと思います。結構ちびまる子ちゃんとサザエさんってセットなんですよ。同じ日にこう連続してやるアニメだったので、はい、私もどっちも見てました。で、このサザエさん、日本で一番有名なアニメの一つに入ってくるんじゃないかなと思います。で、こっちも家族との会話が中心です。で、おかえり、行ってきます、ただいま、みたいな、挨拶、家族同士のこの挨拶に使われる言葉だけじゃなくて、他にも家族の中でこうみんなで会話するシーンがたくさん出てくるんですけど、そういったところで相槌の打ち方とか、話の切り出し方とかっていうのがすごくリアルに描かれています。これも少し前の日本を舞台にはしているんですけど、全然古い言葉も少なくて勉強にも使いやすいのかなと思います。で、結構日常的なアニメなので、日常で使う言葉がたくさん出てきたり、日本の家庭の雰囲気とかも知ることができるので、文化を知るっていう意味でもすごく面白いかなと思います。そして、私がかなりおすすめしたいのが3つ目。あたしんちです。皆さん聞いたことありますか？これも家族の日常を描いたアニメなんですが、会話が本当にリアルなんですよ。お母さんっていうよりもちょっと母ちゃんみたいな感じで、綺麗な話し方っていうよりも本当にリアルなお母さんの話し方をするんですね。
で、会話も本当にリアルですし、日本人が普段、その私生活の中でどんな話し方をしているのかとか、すごく勉強になります。日本人の私でも見ていて、あるある、こんな景色よく見たみたいな風に、すごい共感できるようなシーンがたくさんあります。なので、これはめっちゃおすすめです。ただ、このアニメは綺麗な日本語を学ぶっていうよりかは、どちらかというと、リアルな、普段の私生活の日本語を学べるようなアニメになっているので、もし綺麗な日本語を学びたいなとかっていう方は、一旦ちびまる子ちゃんだったり、サザエさんだったりを見てみる方がいいかなと思います。で、まず最初に日常系のアニメを3つご紹介したんですけど、なんで日常系のアニメがおすすめなのかなっていうところなんですが、ここまで紹介した3つのアニメ、共通点があって、本当に日常生活っていうのが舞台になっていることなんですけど、学校、家、スーパー、買い物、友達との会話みたいな、こういう場面がたくさん出てきます。で、旅行でも生活でも使える日本語がすごく学びやすいなって思いますし、そこに加えて、やっぱりこの教科書だけでは学べない砕けた日本語っていうのは、この普段の私生活で使う日本語から学ぶことができるかなと思うんですけど、さっきおすすめした3つの日常系のアニメは、そういったところがすごくリアルに描かれています。はい。なので、ぜひぜひちょっとこの日常系のアニメ、アクションシーンとかバトルシーンとかなくて、ちょっと退屈に思う方もいるかなと思うんですけど、もしちょっと見てみて面白いなって思った方、ぜひ見てみてください。そしたら、実際にアクションシーン、バトルシーンとかっていう、そんな刺激的なアニメが大好きな方に向けた、ちょっとおすすめをいくつかご紹介していきたいなと思います。まず一つ目が、早々のフリーレンです。これ私の好きなアニメの一つでもあるんですが、これは結構レベルアップ版です。早々のフリーレンなんですけど、戦うシーンとかもあるんですが、それ以上に人とのつながりとか、人生について考えさせられるような作品になっています。で、会話も落ち着いた感じの会話ですし、言葉がとっても綺麗なんですよ。で、こんな言い方できるなんて日本語って素敵だなって思うシーンもあるようなアニメになっています。なので、ちょっと言い回しが難しい。直接ダイレクトに伝える日本語っていうよりかは、どちらかというと遠回りした言い方にはなっているけど、この人はきっとこう言いたいんだなっていうのを想像しながら聞くことができる、少し難易度の高いアニメにはなっているんですが、日本語にちょっとずつ慣れてきたよっていう人には、ぜひぜひ見てほしいアニメの一つかなと思います。はい。そしたら次、二つ目なんですけど、夏目友人帳って皆さんご存知ですか？夏目友人帳っていうのが、すごく優しい雰囲気で進んでいくアニメなんですけど、このアニメの中では妖怪という文化にも触れられています。で、日本には妖怪っていう文化があるんですね。モンスターみたいな感じなんですけど、そういったところも知ることができます。で、他にもその優しい雰囲気って言ったんですけど、話すスピードが比較的ゆっくりなんですよ。なのに、敬語を使うシーンだったり、タメ口で結構リアルな普段の会話みたいなシーンもたくさんあって、聞き取りの練習にもすごくおすすめだし、比較的その風景とかがすごく日本らしい風景なんですね。で、お家の感じとかもザ・日本みたいな感じなので、なんかそういった日本の文化を知りたいっていう方にも、すごくおすすめができるアニメになっています。夏目友人帳。ちょっと気になる人は調べてみてください。そして3つ目。3つ目は、君に届けです。はい。ということで、君に届けって聞いたことありますか？これはさっきのアクション系とかのアニメとは違って、ラブストーリーです。これは学園ものなんですけど、学校生活が舞台になっています。で、学生が使う自然な日本語がたくさん出てきます。恋愛だけじゃなくて、友達との会話、それこそ女の子同士、男の子同士、男女の会話みたいなところで幅広くいろんな日本語に触れることができます。なので、日常会話を勉強したい方に特におすすめしたいです。はい。君に届け。アニメもすごく有名なんですけど、実は漫画も映画もあって、ぜひぜひちょっと気になる方、自分の好きな形で漫画でもアニメでも映画でも見てみてください。
はい、そして4つ目なんですけど、4つ目はゆるキャンです。ゆるキャンって見たことある方とかいますか？これは簡単に言うとキャンプのお話です。旅行とか自然とか、あと食べ物の日本語とかがたくさん出てきます。見てるだけで結構旅行に行きたくなる、キャンプに行きたくなるような作品になってます。で、会話もですね、結構カジュアルな会話が多いので、そういったところですごくこう日常的なリアルなのんびりした会話、楽しむこともできますし、学ぶこともできるかなと思います。はい、ということで、今日常系のアニメを3つと、あとはちょっとアクションシーンとかがあったりして、ちょっと楽しく見られるアニメを4つご紹介していきました。で、次なんですけど、逆におすすめしないよっていうアニメについても皆さんにご紹介していきたいなと思います。例えばなんですけど、バトル系のアニメですね。私これ大好きなんですけど、進撃の巨人とか、呪術廻戦とか、鬼滅の刃とか、などは結構戦いの言葉だったり、難しい漢字、難しい言葉だったり、あとはそもそも時代がちょっと前すぎて言葉遣いがちょっと古かったりします。なので、すごく面白いので楽しく見る分にはいいんですけど、日本語を勉強したいっていう目的で見ると、少しちょっとこう目的からずれてしまうかなっていうようなアニメになっています。なので、結構ビギナーの方とかには難しいのかなと思うんですが、でも好きな作品だったらやっぱりもっとわかるようになりたいって思うじゃないですか。なので、そういった気持ちが勉強のモチベーションになると思うので、好きなアニメを見ることも私はとっても大事だと思っています。はい。ですね。ただ、やっぱりこのアニメを通して日本語を勉強するっていう風になると、やっぱり最初のさっき言った7つのアニメが結構おすすめかなと思います。はい。で、アニメでどうやって日本語を勉強するのっていうとこなんですけど、やっぱり私がまずおすすめしたいのは、まずは自分の母国語の字幕をつけること。で、だんだんこう、内容がわかるようになってきたら、もう一回ちょっと見返します。その時は、日本語の字幕をつけて見てみましょう。アニメって私結構何回もリピートして見れるタイプなんですけど、もし皆さんもそんな感じだったら、ぜひ一回は母国語の言語で見てみる。で、内容を分かった上でもう一回日本語字幕で見てみる。っていう風にすると、最初はまず母国語でしっかり内容を理解してる。っていうところで、その知識が手助けしてくれて、字幕とあとはリスニングですね。の中で、あ、この単語聞こえた。あ、この単語ってこういう意味なんだ。みたいな風に、最初に1回見た時の知識が、2回目、日本語だけで見た時に助けてくれるようになります。はい。なので、そういった風に見るのがおすすめです。他にも気になった言葉をメモしてみるとか、あとはちょっと慣れてきた人とかだったらシャドーイングとかもいいかなと思います。好きなセリフとか、好きなキャラクターが言っているセリフとかを真似してみると、発音とかイントネーションも自然に近づいていくんじゃないのかなと思います。はい。ということで、今日は日本語学習におすすめなアニメを紹介しました。いかがでしたでしょうか？まず、初心者の方とか日常系のアニメが好きな方は、ちびまる子ちゃん、サザエさん、あたしんちとかがおすすめです。他にも結構有名なシリーズでいくと、ドラえもんとかもおすすめかなと思います。そして少し慣れてきたり、ちょっともう少し刺激的なアニメが見たいなっていう方には、早々のフリーレンとか、夏目友人帳とか、君に届けとか、ゆるキャンもおすすめです。アニメって日本語だけじゃなくて、日本の文化とか考え方とか、家族との接し方とか、そういったことも学ぶことができます。なので、教科書だけで勉強するのももちろん大事なんですが、なんかちょっと最近退屈でつまらなく感じちゃったな、続きそうにないなって思った方、ぜひぜひちょっとアニメを先生にしてみるのも面白いのかなと思います。やっぱり私はしんどくて続かなくなるよりは、楽しく続けられた方が、最終的にはしっかり日本語が身につくんじゃないのかなと思っているので、ぜひぜひアニメとか YouTube とかも使ってみながら日本語を勉強してみてください。はい、ということで皆さんはどんなアニメが好きですか？日本語の勉強に役立ったアニメとかって何かありますか？ぜひあればぜひコメントで教えてください。はい、ということで、この動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。またね。